こんにちは。日本語ポッドキャストラジオです。今日はどうすれば日本語が上手になるかという話をしていこうと思います。前回、日本語が上手な人の特徴という話をしました。じゃあ、今回はどうやって勉強したら日本語が上手になるかという話をしていこうと思います。はい。まずですね、この話をする前に、日本語の勉強だけではなくて、そもそも勉強で大切な、ことがあります。それは、勉強にかけた時間と、その質、クオリティですね。が、とっても大切という話です。例えば、勉強にかけた時間。これはわかりやすいですよね。たくさん勉強したら、日本語が上手になります。日本語だけじゃなくて、他の言葉、ね、スペイン語、フランス語、これも同じですよね。うん。言葉の勉強だけじゃなくて、ね、普通に学校の勉強、これも同じですよね。うんうん。でも、質です。質。これはちょっと皆さん、この質についてよく考えた方がいいと思います。たくさん勉強をしても、質が良くなかったら、あまり勉強の効果がありません。ですから、それはとてももったいないことになってしまいます。だから、せっかく勉強をするんだったら、その質を上げた方がいいですよね。うん。でも、この質ってどうすればいいんですか？どうやってこの質を上げればいいんですか？これが難しいんですよね。うん。時間は簡単ですよ。ね、1時間、1日、2時間、3時間勉強するって決めたら、その時間勉強すればいいだけです。でも、何を勉強するか、どうやって勉強するか、これが一番問題ですね。そう。じゃあ、この話をしていきましょう。まず、何を勉強するか。これは、あなたの目的によって違います。例えば、あなたの目的が、スピーキング、日本語の、会話が上手になりたいという目的だったら、日本語の会話の勉強をたくさんした方がいいですよね。うん。とか、例えばあなたの目的が、JLPT の N2 に合格することだったら、JLPT の勉強をたくさんした方がいいですよね。うん。ですから、この質は目的によって勉強の方法を変えることが一番大切です。はい。皆さんはどうですか？この質はとても大切なので、ちょっとね、一回考えた方がいいと思います。うん。じゃあ、この目的に合った勉強をするんですけど、どんな勉強をすればいいですか？うん、それもね、難しいですよね。例えば私は、会話の勉強がしたいんですけど、
どうやって会話の勉強をしたらいいですか？そう。これはね、なかなか難しいですね。例えば、ね、今の会話の勉強をしたいんだったら、日本語の先生に行って会話の練習をしてもらう。ね、それが難しかったら、オンラインで、日本語を話す人を探す。そして日本語を話す練習をする。とか、あとは、一人でも、ね、日本語を話して、独り言を全部日本語で言う。っていうのもいいと思います。うん。そういうことを、どうやって勉強すればいいかっていうのを、いろいろな人に聞いたり、あとは YouTube で、探したりして、で、自分に、一番合っている勉強方法を見つけるのが大切ですね。うん。そう。なので、これは、今ね、あなたはこれが大切です。あなたはこうやって勉強してください。とかは言うことができないんですよね。うん。例えば、もし今私がこのポッドキャストを聞いているあなたと話をして、あなたの目的は何ですか？あなたのゴールは何ですか？ってたくさん聞くことができたら、じゃああなたはこの勉強が一番いいですよ。毎日これを勉強してくださいね。っていうことができるんですけど、それがちょっと YouTube なので難しいですね。はい。ということで、そうね。自分の目的に合った勉強をしましょう。ね、これが大切です。はい。で、この勉強をするんですけど、でも、その他に大切なことがあります。それは、モチベーションです。モチベーションを保つのがとっても難しいですよね。これは日本語を勉強している皆さんはよくわかっていると思いますが、例えば、私は今日から毎日日本語を勉強するぞと決めたのに、何日かしたら、ちょっと今日は面倒くさいから日本語の勉強はやめようかな。また明日やればいいかな。っていうふうに考えて、サボっちゃうこともありますよね。うん。やっぱり、モチベーションをキープするのは、本当に難しいことだと思います。うん。私も、英語をずっと勉強しているので、これは本当に難しいなと思っています。うん。自分一人でね、モチベーションをキープするのは難しいことなので、何か工夫する必要があると思います。うん。例えば、皆さんね、自分の先生がいたら、その先生に、毎日勉強したかチェックしてもらうとか、例えば、毎日勉強した後に、その勉強したっていうことを先生に、言う。メッセージを送る。先生、今日は、日本語の勉強を1時間しました。で、メッセージを送る。っていう風にすれば、先生が、ちゃんと毎日勉強してるかチェックできるし、その勉強してる人も、今日勉強しなかったら先生に何も言うことができないから頑張って勉強しようって思って勉強できるかもしれない。そう。っていう風に、ちょっと、ね、うまく考えて毎日勉強できるように、モチベーションをキープできるようにしなければいけませんね。
うんうんうん。これはやっぱり一人で、ね、モチベーションをキープするのはなかなか難しいですね。うん。あとは、勉強っていうよりも、そうですね。勉強を遊んでいるように感じることができればとてもいいですよね。うん。勉強っていうのは、例えば、机の上で、ずーっと日本語の文法を書いたり、言葉を書いたり、漢字を練習したりっていうイメージがありますが、勉強はそれだけじゃなくて、例えば、日本語のドラマを見るとか、日本語のアニメを見るっていうのも、日本語の勉強の一つだと思うんですよ。なので、Netflix とか Amazon プライム、Amazon プライムとかで、自分が好きなコンテンツを見つけるっていうのもいいと思います。それがなくても YouTube でもいいですよね。YouTube で、自分が好きな、日本人の YouTuber を見つけるっていうのもとてもいいと思います。もしその YouTuber が好きになったら、毎日にその日本語を聞くことができますし、それが日本語の勉強になるので、気がついたら日本語のリスニングがすごく上手になっていたっていうこともあると思います。そう。だから大切なのは日本語の勉強を勉強と思わないことですね。そう。これは勉強じゃなくて趣味だ。ね。楽しいことだ。っていうふうに思うことができたらとても素晴らしいと思います。あとはもう自分が好きなことをして、ね、何も、苦しいと思わないで、どん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 日本語が上手になっていくと思いますよ。はい。皆さんはどうですか？はい。じゃあ今日はこれで終わりです。さようなら。